こんにちは、彩りです。前回はお正月飾りを作ったので、今回はアレンジメントを作ります。今回も代わりのお花を探しやすいようによく見かける花材で揃えました。材料を紹介します。まずはお花から。白いコチョウラン、ピンク系のダリア、そして南天。こちらの3点です。続いて松です。茎が長い門松スプレーとゴールドの松笠がついているアレンジピック。こちらの2点です。装飾にこちら。ゴールドの梅もどきと水引き。こちらの2点です。器はこちら。径が12センチで高さが約 8.5 センチ。こちらの器を使います。フォームは器の底までなくても大丈夫なので、一般的なフォームのサイズの6分の1サイズを使います。だいたい8センチ弱ぐらいで、高さが 5.5 センチぐらいです。こちらを入れていきます。器がくびれていて、このままだとぶつかって入らないので、角を切り落とします。上の面はいじらずに、下を切り落とします。下の方はシャープなので、しっかりと切り落としました。上はいじらずに、下だけ切り落としています。ナイフをそのまま下の方に斜めに落として切り落としています。接着剤をつけてフォームを固定します。フォームは指先で押すと跡がついてしまうので、手のひらで押していきます。今回は花材が少なめなので、フォームが目立たないように、器よりも低めにセットしました。こちらにお花を入れていきます。わかりやすいように目安の線を引いておきます。線を見るときは、フォームの大きさではなく、器から見ていきます。まずは器を3等分にするように横線を2本引きます。あとは真ん中に縦線を1本。こちらの線を目安に作っていきます。最初にコチョウランをこちらに刺します。お花のギリギリまで刺したいので、刺し口を残してカットします。こちらのギリギリまで差し込みます。まっすぐ刺していきます。コチョウランをまっすぐ刺しました。目安の線を参考に位置を決めて根元まで差し込んでいます。
次は、松をこちらに刺します。太さが変わっているところがあるので、こちらでカットします。こちらは小さい枝がついていたので、枝が前に来るようにして刺します。こちらもまっすぐ刺していきます。松を刺しました。目安の線で位置を決めて、枝が前に来るようにしてまっすぐと刺しています。次はダリアの大きいお花をこちらに刺して、小さいつぼみをこちらに刺します。大きいお花は器の縁にかかるぐらい低く刺します。葉っぱの上でカットしました。こちらはまっすぐよりも少し手前に傾けてお花の表情が見えるように刺します。お花がよく見えるように手前に傾けて器の縁にかかるように刺しました。つぼみは少し高めに刺します。葉っぱがついていたギリギリまで差し込みます。つぼみが入りました。こちらもお花がよく見えるようにまっすぐではなく少し傾けて刺しています。次は南天をこちらに刺します。松を一番高くしようと思うので、松よりも飛び出さずに少し低いぐらいの高さで入れていきます。こちらもまっすぐ刺します。南天が入りました。松よりも少し低くしています。こちらも松やコチョウランと同じくまっすぐ刺しています。次は松ピックをそれぞれ器の縁の空いているところに入れていきます。松でフォームを隠したいので、高くせずに低くしてフォームを隠していきます。松かさは目立つように少し高めに入れていきます。松はフォームを隠すように低めに入れて、ゴールドの松かさは目立つように少し高めに入れました。最後に飾りとダリアの残っている葉っぱを入れます。梅もどきは分割して小分けに使います。下の2本を外して3本にしました。長いところは目立つように松の前に持ってきます。こちら側に入れたので、次は対角線に入れていきます。こちらの飾りは下の方に持ってこようと思うので、残りのもう一本はこちらに入れてボリュームを増やしておきます。
葉っぱは後ろの方に入れておきます。こちらの水引きは花材に引っ掛けながら葉っぱで固定していきます。アレンジメント完成しました。飾りはこんな感じで梅もどきに引っ掛けて、こちらは葉っぱを刺して固定しています。今回は花材を最小限で作りました。横までは入っていますが、真後ろには入っていないので、お好みで松などを足してもいいかなと思います。今回はお正月のアレンジメントを作りました。花材がどれも立派だったので、簡単に豪華に作ることができました。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。